ということでですね、この物件ならではの良さみたいなのをどうやって出していくかってことなんですけども、まず換気扇は普通に取り替えですね。あとこの戸棚ですね。戸棚はこれシール貼って、木目調のシール貼って終わりにしようかなと思ってます。キッチンはちょっと古臭いんで、こちら新品に変えて、この水栓ですね、水栓を変えてあげて、トイレのホルダーもちょっと古臭いんで変えて、ウォシュレットをつけるかですね、上にで電源がないウォシュレットがあるんですけども、こちら鏡が、ブログのコメントで教えてもらったキャビネット式、収納がちょっとついてるような鏡に変えまして、あとこちらですね、こちらシャワーも変えます。あとこの背面ですね、背面やっぱりちょっと木目調のシールみたいなプライマーっていうんですか、下地つけてからやれば、熱で剥がれないと思うんですけども、やってみようと思ってます。あと床もですね、床もバスナシリーズで楽天で売ってるやつをつけようと思っています。はい。あと壁紙ですね。壁紙どうしようかと思ってて、壁紙は一面ちょっと2面、こっちとこっちかな、こっちとこっちだけコンクリのやつとかやってみようかなとかちょっと思ってるんですよね。ちょっと今のところですけども、あとこちらもちょっと自分で剥がしたんですけど、ちょっと色が良くないんで綺麗にします。はい、ということで、以上になります。あとエアコンですね。エアコンはガス屋さんが無償提供してくれるということで、プロパンガスのその無償提供というのが来年の3月で終わってしまうということでですね、ちょっと内緒で多分みんなやるのかなと思いますけども、はい、そんな感じとなっております。はい、ということでスタジオですね。なんていうんですかね、春木じゃないかな、根だ、こんな感じで、やっぱりですね、久々にこれつけたらだいぶ便利ですね。採寸して、これでチョンをつけて、そしてすぐこれでシュッと。だいぶ効率が上がりますね。この取りに行くレジャーとか
その差しがね取りに行くのがまた大変なんですよね。その店舗ちょっとしたものなんですけど、やっていきますね。ノコギリは Z 層、なんかこれがお気に入りですね。みんなはい、ということでベッドの解体ですね。この棚板がズゴーンと落っこっちゃってですね、これちょっと危なかったんですけどね。ブランコになりますね。はい、そしてこの後悲劇が訪れます。このモーターですね、上のモーターを取った時にガリッとやってしまいまして、救急車を呼びました。最初病院にあちこち電話したんですけど、どこも受け入れてくれませんでした。ベッドがですね8460円になりました。売りましてですね、鉄類は結構売るのを覚えるとですね捨てられなくなります。こちらは道具の紹介ですね。パテペラですね。これ新しく買ったやつなんですけど、小指のところがくぼんでてですね、すごく使いやすかったです。後ほど記事欄の方でですね、紹介していこうと思います。
こちらの置いてあるバケツですね。これが壁紙用のバケツで、ゴム製ですね。ゴムバケツで、パテが乾いてもですね曲がりますので、パテがポロポロ落ちてですね、すごく取りやすくて買ってよかったなと思ってます。続きましてパテですね。パテはできるだけですね、ホームセンターで半額のものを探して買うようにしています。また上のり用と下のり用があるんですけども、私の場合上のりだけでいつも済ましちゃっております。